ミルトンチャンネルです。今日は北海道の豪雪地帯で車中泊をしてきました。その映像がこちら。今回も FF ヒーターを使って暖かく快適に車中泊しましたが、北海道ならではのカニも車中飯でいただけてめっちゃテンション上がりました。前回のニセコやルスツでの演奏仕事の後、2日間だけ空き日があり、楽器や機材の入れ替えもしたかったので、一度札幌市内に降りてきました。前回までは車に穴開けしない FF ヒーターを使って車中泊をしていましたが、今回は車の床下に仕込んでいる FF ヒーターを使って車中泊をしてみます。今回はこの窓につけるタイプの FF ヒーターではなくて、こちらの床下に仕込んである FF ヒーターで暖房を取ってみたいと思います。暖房の出口はここに FF ヒーター本体があるんですが、こちらから下を通ってこのように配管してあって、あそこの部分から熱風が出てくる形になっています。この FF ヒーターの取り付けは以前の動画で詳しく解説してるんですけども、ここに鉄製の燃料タンクを仕込んであって、電源はシガーソケットから取っています。で、バッテリーはあちらのレノジーのバッテリーに直結したシガーソケットからこちらの電源に入っています。こちらもめちゃめちゃあったかい空気が出るようになりました。これも1リットルで8時間程度 FF ヒーターを動かすことができるので、これで今夜は乗り切ってみたいと思います。今夜の車中泊場所に選んだのは JR 函館本線の鉄道高架下の駐車場。この駐車場は24時間700円と料金も安く、周りにコンビニも数軒あるので、買い物をすればトイレにも困りません。鉄道の高架下の駐車場で車中泊です。真冬の北海道で鉄道ですとか屋内の駐車場に停めて車中泊するのは結構メリットが大きくて、まず一つはこのように車から出ても雪がないので足元が汚れることがないです。そして真冬の車中泊で必須なんですけれども、普段は雪の影響でワイパーを上げなきゃいけないんですけど、高架下だとこのワイパーを上げる必要もないです。これに加え雪下ろしをする必要もないんですね。そういった意味でも真冬の北海道では高架下で車中泊するのは個人的には結構気に入っています。雪がほんの少しあるんですけども、車の下全面が雪ではないので、そういった意味では車中泊かなりしやすいです。はい、現在の時刻は10時15分。車内の気温は 12.4 度、湿度 50% です。結構寒いですね。床下に仕込んでいる FF ヒーターの電源をつけて車の中を温めます。温風はちょうどこの部分から出るようにしています。今回は床下の FF ヒーターを使ってるんで、窓の開閉しなくていいんで楽ちんです。で、今日の車中飯はお刺身の盛り合わせとイクラを買ってきたので、これでオートミールの海鮮丼を作りたいと思います。シェラカップにオートミールを適量入れます。このロールドオーツと呼ばれるローラーで潰したオートミールは、この中にお湯を入れるだけで白米まではいかないんですけれども、若干もちもちとした食感になります。お湯を入れます。お湯の量は少し多めのオートミールがひたひた浸かるぐらいがいいです。これで1分ほど待ってあげます。そうするともちもちとした食感のオートミールになってくれます。
オートミールにお湯が浸透するとこんな感じになります。海鮮を盛り付けていきます。はい、完成しました。オートミールの海鮮丼、いくらもりもりひじきの味噌汁、グリーンズフリーのノンアルコールビールです。いただきます。うまい。ちょっとだけお醤油垂らして、うまっ。いくらも美味しいです。ちょっと今多分電車の音が入ってると思うんですけども、個人的には電車の音全然問題ないんで結構気に入っています。めっちゃ美味しいです。オートミールの食感も本当にちょっとご飯みたいな感じでもちもちしてるんで、ご飯を食べてるような感じですごく美味しいです。もうお腹いっぱいです。めっちゃ美味しかった。はい、時刻は0時4分、気温 25.9 度、湿度 38%、床下に仕込んである FF ヒーターを使って2時間弱動かしました。もうこの部分めちゃくちゃあったかいですね。暑いに近いぐらいの暖かさです。明日も午後からニセコで演奏の仕事をいただいているので、セルタンのマットレスを広げて寝ます。布団は念のため羽毛布団を使っていますが、 FF ヒーターを使っていれば北海道以外の地域なら毛布だけでも就寝可能です。すごい爆睡しました。現在の時刻は8時46分、気温 21.1 度、湿度 39% です。札幌市内の今の気温はマイナス5度からマイナス4度ぐらいです。最低気温がマイナス6度まで下がったことになっています。私が床下に仕込んでいる FF ヒーターは 2kW しかないのでちょうどいいぐらいですね。現在の車内の気温が 21.1 度なので、エブリーを温めるのはちょうどいいぐらいの大きさの暖かさだと思います。こちらの窓に取り付ける 8kW の FF ヒーターだとかなりトゥーマッチな暖かさになるんですが、この 2kW の FF ヒーターは設定温度を最弱で動かしているので、ちょうどいいぐらいの気温で車の中を温められています。今日は朝ごはんにクルンジというクロワッサンを潰して焼いたパンと、クロッカンというくるみが入ったクロワッサンのパンをいただきます。こんな感じでくるみがクロワッサンの生地に練り込まれているような感じで、かなり美味しそうです。クロワッサンとくるみすごい合いますね。この裏側のこのカラメル状になっているところが焦げた砂糖とバターの風味があってすごく美味しいです。で
では続いてこのクルンジと呼ばれるパンを食べてみます。これクロワッサンを潰してシロップを塗って焼いたものみたいなんですが、僕パンの中でクロワッサンが一番好きなんで、このクルンジ結構期待できそうです。いただきます。美味しいです。味はクロワッサンとほとんど同じなんですけど、クロワッサンって食べる時にパンくずがバーって飛び散っちゃうと思うんですけど、これは潰して焼いてあるんでクロワッサンより食べやすいですね。食感もカリカリしててすごく美味しいです。クロワッサンを潰してあるので、この辺りとかサクサクしていて、ちょっとパイ生地みたいな感じになってすごく美味しいです。はい、今日から6日間またニセコのヒルトンで演奏する仕事をいただいたので、スーツに着替えました。札幌からニセコまで早くても2時間半、私のような雪道運転に慣れてない人間は3時間ぐらい移動に時間がかかるので、これから車で出発します。 FF ヒーターの電源を切りました。軽く調理をして FF ヒーターを14時間動かして、こういった照明もずっとつけっぱなし、そして冷蔵庫もずっとつけっぱなしにしているんですが、 58% までしかバッテリーが減っていません。今日これから3時間以上運転するので、これ簡単に 100% 溜まっちゃうと思います。 FF ヒーターは電力的にも電力消費量が少ないので、小型のバッテリーでも十分電気を賄えます。この3つが今日使う楽器の一式です。かなりコンパクトで軽量化もしてあるんで、車中泊で使うにはかなりいい感じに使える楽器だと思っています。ヒルトンに着いたので楽器を搬入します。慣れない雪道でそこそこ重たい楽器を持っているので気をつけて歩きます。今日はこの広いロビーで演奏です。 DIY で改造したコンパクトセットを組み上げます。かなりコンパクトにまとめてますが、広げると普通のドラムセットのように使えるので、旅仕事の際は気に入って使っています。また椅子にもなる楽器カホンも折りたたみ式なので取り回しが良くてかなり気に入っています。
楽しい時間はあっという間。撤収して移動します。羊蹄山そばのニセコ地区は豪雪地帯なので、3時間程度でもこんなに雪が積もってしまいます。革靴では除雪できないのでスノーブーツに履き替えます。ニセコの雪はパウダースノーなので、ドアを開け閉めするだけで雪が落ちてくれます。フロントガラスの雪は落ちないので、プラスチックスコップで除雪します。このような除雪だけでも約15分。雪国の移動は結構大変です。この後車中泊してもよかったんですが、体調管理のことも考え、ヒルトンの寮に泊めていただくことにしました。お部屋はギターの飛沢さんと同室なので、毎晩酒盛りしつつ音楽談義に花が咲きます。お疲れ様でした。ありがとうございました。いえ。ありがとうございました。お疲れ様でした。いい演奏でした。いやー、めっちゃ楽しかった。お客さんもね、いっぱい拍手もらって。お客さんたくさん拍手してもらったの嬉しいですよね。喜んでくれて。それが一番嬉しいですよね。いい車ですね。翌日は飛沢さんの高級会社アルファロメオで源泉かけ流しの温泉に連れて行っていただきました。温泉雪秩父。硫黄の匂いがすごいですね。やば、これ全部温泉ですか？やば、すごっ。へえ、あ、そこも温泉の川みたいになってるんですね。すげえ。シルバーのものとかつけて入ると、なるほど、黒くなっちゃうんですか。へえ。雪秩父は蘭越町の運営する温泉施設で、硫黄の成分がたくさん含まれた白濁した泉質が特徴です。雪を見ながら露天風呂にも入れて、シャンプーボディーソープ付きで700円で入れたので、めっちゃコスパも高かったです。いやー、すごいな。明日もパウダーですね。明日いいよ。でもいい風呂でしたね。いいよね。へえ、カタカナニセコ日本初だったんですね。へえ。それから北海道はね、カタカナの地名というか。あ、そうなんですか。あとは有名なやりきれない川。そんなのあるんですか。やりきれない川。そんな面白い名前あるんですか。へえ。食事はヒルトンに戻って社員食堂でいただきます。メインディッシュを選んだらセルフで取り分けていくスタイルです。めちゃくちゃ食ってますよ。もうケーキまでつけましたから。いただきます。栄養バランスの取れた食事を毎日2食いただきます。いろんな国の方々が働いているので、お料理もバラエティに富んでいます。バングラデシュカレー、うまそう。いただきます。今回泊めていただいた寮はこんな感じ。毎日清掃のスタッフの方が掃除してくれるので、館内はとても綺麗で清潔です。玄関にはスキーやスノボ置き場もあり、男女別の寮で館内に防犯カメラがあるので、安心して快適に過ごせました。スノーブーツを革靴に履き替え、演奏会場に向かいます。寮からヒルトンまでは少し距離があるので、飛沢さんの車に一緒に乗せていただきます。
いいゲストにも飛び入りいただいて、この日も楽しく演奏させていただきました。翌日エブリーに荷物を取りに行くと、わずか1日でここまで雪が積もっていました。ニセコ周辺は豪雪地帯なので、車だけでなく家や寮も頻繁に雪下ろしする必要があるようです。この後ギターの飛沢さんに地元の方が通うスキー場に連れて行ってもらいました。倶知安町立旭ヶ丘スキー場。ここはスキーのリフト券が1日券でも1500円、電子マネーやクレジットカードも使えて11回のリフト回数券が1000円と破格のお値段です。コースは初心者用と上級者用に分かれているので、昨年スノボを始めたばかりの私にも安心して滑れます。確かになかなかいいっすね、天気も良くて、映像のように倶知安町も一望でき、晴れていれば羊蹄山もくっきり見ることができます。この後演奏の仕事があったので、スノボを1時間ほどで切り上げました。Thank you very much. Are you enjoying, Laura? My goodness. この雪国の過酷な雪かきをすごい。だって3時間ぐらいしか止めてないのにこうなっちゃうんですよね。やば、すごい。もう毎日これをやるわけですよね。そうそう、ニセコの人はすごい。ニセコはやばいよ、本当。もうなんかすごいな、いやーすげえ降ってる。うわ、靴がもうびっちょりだよ。大変だ。毎日これだから、毎日っつか毎時間これですからね。大変だ。3時間でこの雪の積もりようなんで、かなりすごいな。ありがとうございます。帰り道でタイヤに異変を感じてコンビニに寄りました。雪がそう埋まっちゃってますね。すごいな。タイヤハウスについた雪が凍りつき、運転に支障をきたすのでゴムハンマーで氷を除去します。こんなんなるのね。なんかちょっとタイヤの利きがおかしいな。やっぱりこれでカーブとかそうそうブレーキが効きづらくなりますよね、ちゃんと曲がんないなーって、すごい雪ついてるな。やっぱ豪雪地帯ならではですね。めっちゃ雪ついてる。雪ってかもう氷ですね。冬の北海道ではゴムハンマーは必須アイテムです。冬のニセコ地区で3日も車を放置するとタイヤが1つ分埋まるほど雪が積もります。エブリーのドアミラーを折り曲げると冬場は開かなくなるので、折り曲げないようにと教えていただきました。雪かきめっちゃ大変だ。うわ、結構辛いなこれ。30センチぐらいは積もってますね。やっべ。
なかなか大変。重っ。40センチぐらい積もってんなこれ。こんなもう埋まっちゃう。やば、普通にやば。うわ、つらすぎ。なんとか雪かき終えました。30分ぐらいかかりますね、やっぱり最低でも。結構大変です。もうこのタイヤを掘り起こすだけでも結構大変でした。本当に大変ですね。雪国の人たち本当にすごいと思います。でこれは北海道の方に教えていただいたんですけど、ワイパーをこうやって縦に保存しておくと、エンジンを始動した時にワイパーが下に動いてくれるので、雪を効率的にかき出しやすいみたいですね。これでちょっとエンジンかけてみます。あ、いい感じだ。やっぱりこれだったらなんとか運転に支障がないと思うんで、これで出発します。ヒルトンでの仕事も終わったので、これからスノボの練習に向かいます。これからスノボの個人練してきます。ホテルの演奏の仕事も一段落ついたので、スノボ滑り放題で自主練したいと思います。結構パウダースノーで雪質がいい感じです。はい、時刻は4時15分。スノボから戻ってきました。ブーツはもう乾かすために車の助手席のところに入れています。初心者なのでかなり下手なんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。今夜はニセコ付近で車中泊をする予定なので、地元のスーパーに寄ってきました。今日の車中泊場所、道の駅京極に着きました。めちゃめちゃ雪降ってます。明日まで大丈夫かな。とりあえずここで車中泊します。トイレに暖房があるので、トイレの中すごくあったかいです。演奏する道具や衣装のスーツ等がちょっと転がって散乱してかなり散らかってるんですけど、何はともあれ寒いので FF ヒーターをつけます。はい、FF ヒーターの電源がつきました。時刻は19時43分です。車内の気温は現在3度、湿度 81% ですね。床下に仕込んでいる FF ヒーターは排気管が低い位置にあるので、雪で埋もれないかチェックします。今日は夜ご飯にオオズワイガニを買ってきたんですけれども、これ冷凍のもので自然解凍にした方が美味しいらしいので、この FF ヒーターの上あたりにこんな感じで置いてちょっと解凍してみようと思います。でこのオオズワイガニなんですけれども、この甲羅を下側にして解凍するとカニ味噌のエキスがこぼれ出ずに済むらしいので、ちょっと袋に入れてこんな感じで FF ヒーターの上に乗せて解凍させてみます。20時57分、車内の気温が19度、湿度 48% になりました。
かなり快適になりつつあります。それで今回は車中飯しに今解凍中のこのカニと肉うどんで、この肉うどん肉が入ってるみたいなんですけども、多分肉が少ないと思うので、追い肉として北海道らしいラムしゃぶを追い肉として入れたいと思います。それにウニはもう高すぎて全然買えないので、ウニクラゲというのを購入してみました。ちょっと美味しいかわからないんですけども、函館産で美味しそうなので購入してみました。お湯が沸騰したので肉うどんを入れます。中身はこんな感じになってますね。想像通り肉がそんなに多くない感じのうどんです。うわー、こぼしちゃった。これで蓋をします。この中にもうラム肉も入れちゃいます。ラム肉食べるのすごい久しぶりなんで楽しみですね。ラムしゃぶって書いてあるんですけども、関東のスーパーではほとんどラムは見かけないんですけども、北海道ではすごいラムが食べられてるのでラムを入れてみます。オオズワイガニを FF ヒーターで解凍させてみたんですけれども、かなりいい感じに溶けてる気がします。こういったズワイガニはボイルされた状態で売られているものは8割ぐらい解凍されて食べるのが一番美味しいみたいなので、冷たいぐらいの温度でこのズワイガニを食べると美味しいそうです。少しだけこっちのトレーの方に水滴が出ているので、これを拭き取っておきます。オオズワイガニいい感じに解凍できました。こっちもいい感じや。うまそう。はい、今日の晩ご飯完成しました。オオズワイガニのボイル、ラムの肉うどん、ウニクラゲ、ちょっとだけだと思うんですけどもウニが入っています。北海道尽くしです。いただきます。まずこのオオズワイガニいただいてみます。いただきます。美味しい。うまっ。いただきます。美味しい。めっちゃ美味しい。解凍加減がちょうどいいですね。すごく美味しいです。このカニハサミがいるかなと思ったんですけれども、小型なので意外と手でこのように割れてカニの身が出てくれます。そういう意味でも楽ですね。これせっかくなのでノンアルコールビールと一緒にいただきます。アサヒのドライゼロですね。カニいただきます。うまっ。カニめちゃくちゃ久しぶり食べました。うまい。美味しい。久々食べたけど超美味しいです。うまっ。ノンアルのビールと合いますね。すごい美味しいです。いや、これ買ってよかった。最初キッチン用の万能のこのハサミでこのカニを解体しようかと思ってたんですけど、その必要もなさそうです。すごい。身の出方が面白い出方した。美味しい。うまっ。うめえ。さすがにウェットティッシュとかティッシュはあった方がいいですけど、車の中でカニ食べれますね。そんなに大変な感じはしないです。解凍も FF ヒーターを使って解凍できてるんで、すごく食べやすくて美味しいです。うまっ。はい、ではこのラム肉入りのうどんもいただいてみます。ラム肉と
肉うどんって合うのかわからないですけども、食べてみます。いただきます。ラム肉がしゃぶしゃぶ用の肉を買ったので、すごく薄くて食べやすいですね。おいしい。ラム独特のちょっと癖のあるお肉なんですけど、うどんとすごく合いますね。美味しい。うまい。めちゃくちゃうまい。ウニクラゲもいただきます。すごいクラゲの食感がコリコリして美味しいですね。このウニクラゲはなんか甘じょっぱい松前漬けみたいな感じです。美味しい。このハサミがどれぐらいの身が入ってるかチェックしてみます。あ、でも結構入ってるな。ちょっとちっちゃめですね。やっぱりハサミの部分も割ってみます。でもまあまあ入ってるかな。オオズワイガニは比較的身が小さいのでお値段がリーズナブルっていうのがあるらしいんですけど、味的には大きなカニと変わらずすごく美味しいです。では甲羅を開けてカニ味噌もいただいてみたいと思います。開くかな。下から開けた方が開けやすい。開けた。めっちゃ入ってる。うまそうですね。一応カニ味噌も入ってました。美味しい。今思ったんですけども、この甲羅の部分は味噌汁に入れて煮込んで食べた方が美味しそうですね。ちょっと味噌汁をこのカニの甲羅で作ってみたいと思います。ちょっとこのままフライパンを使ってしまうとラムや肉うどんの油がついてるので、ティッシュとウェットティッシュで拭ってきれいにしてから味噌汁を作ります。ここに水を 150ml ぐらい入れて味噌を足して煮込んでみます。うまそうや。めっちゃ濃厚な気がする。これちょっとカニ味噌の方をひっくり返して味噌汁につけ置きしてたんですけど、めちゃめちゃいい味出てそうですね。これ美味しそう。カニの味噌汁できました。めっちゃ美味しそうです。いただきます。うまそう。熱っ。濃厚。カニの出汁がめっちゃ濃厚に出てます。美味しい。これめっちゃうま。うめえ。超うまい。ほんと美味しいですね。うまっ。カニの出汁めっちゃ出てる。すごい美味しいです。これ濃厚。作った味噌汁の量に対してカニのこの本体がすごく大きいんで、めちゃくちゃ濃厚な出汁が出てます。うまっ。すんごいうまい。美味しいですね。これめっちゃ美味しいです。これびっくりするぐらい美味しい。車の中で食べてると思えないぐらいのカニ汁です。すごい美味しい。うまい。これはうまいよ。やば。ちょっと私の語彙力がなさすぎてなんて伝えていいかわからないんですけど、とにかく美味しいです。めちゃめちゃうまい。毎日でも飲みたい。カニもうまいしめっちゃ幸せです。北海道来てよかったわ。ごちそうさまでした。カニめっちゃ美味しかったです。ほんと買ってよかった。意外と車の中でカニ食べてもそんなに散らかったりしないことも分かりました。
こういったウェットティッシュやこのティッシュがあれば問題なく食べれちゃうと思います。今後まだ北海道を旅する予定なので、また美味しそうなものを見つけたらチャレンジしてみたいと思います。はい、現在の時刻は23時42分、気温22度、湿度 40% です。現在の外の気温がマイナス8度なので、この車の中と外で30度以上差があります。明日もスノボの練習をしようと思ってるので、今日はこの辺で寝たいと思います。寝る前に外の雪の様子をチェックします。先ほどと違い、雪は小降りになっています。 FF ヒーターの排気管が雪で埋まると FF ヒーターにエラーが出て止まる心配もしていましたが、今夜はその心配もなさそうです。これで今夜は安心して眠れます。一度だけトイレで起きたので、念のため FF ヒーターの排気管をチェックしましたが、大きなつららができているだけで、雪や氷で排気管が塞がれていないので、今夜は問題ないと思います。時刻は10時35分、気温23度、湿度 40% です。昨日ちょっと寝る時に思いついてほんの少し動画編集してたんですけど、めちゃくちゃ快適に車の中で過ごすことができました。それで今車内がどんな感じになっているかっていうと、こんな感じですね。この道の駅京極はかなり小さい道の駅なんですけども、トイレはすごくあったかくて、車の台数もすごく少ないので音もほぼ聞こえなかったです。ちなみに今レノジーのサブバッテリーの中には 25% の電力が入っています。で、こんな感じの晴れの日で、今ソーラーパネルから 1.66 アンペア充電されています。やっぱり冬のソーラーパネルは発電量が厳しいですね。一応ソーラーパネルの雪もこういう風にきっちり雪かきしてるんですけど、発電量はかなり低いです。京極温泉、お風呂めっちゃ良かったです。今回は演奏を終えてスノボ車中泊でニセコ地区に数日間滞在しました。いい感じに雪が降り積もってます。雪の多い地域での撮影でしたが、大きなトラブルもなく、床下に仕込んだ FF ヒーターのおかげで快適に過ごすことができました。ヒグマの剥製、北海道はフォトジェニックな場所が多く、編集が全く追いついていませんが、次回は札幌でも演奏の仕事をいただいたので、札幌の繁華街すすきのでも車中泊をします。
札幌では車体に穴開けしない FF ヒーターをもっと簡単に使う方法を実践しましたので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。めっちゃいいな。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。